はい、地球の保険南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。とっくん、ちょっとユニフォーム新調しましたよ。とっくんがデザインしてくれた。出ましたね。冬寒い。もうスーツ一枚にエプロンだと、前回の動画で店内回ったじゃないですか。もう寒くて終始肩がこう上に上がってましたので、生地がねものすごい厚いっていうわけではないんですけれど、サイズが LXL、XXL まであるので着込めばねなんてことないですし、動きやすいです。多少汚れてもいいんで遠慮なく汚せる服をね用意できた。いや、そうですね。もう冬場はこれでいきたいと思います。はい。まあこれ見てねいいなと思っていただいた方は概要欄載せてますので、はい、宣伝でした。よろしくお願いします。お願いします。でですよ、今回お呼びしたのは、今年ちょっと地球道チャンネル目標を一つ作ろうかなと思ってまして、知ってたけどやったことないものを積極的にやっていくみたいな、そういうなんかね新しい自分をねこう探していこうじゃないかと。なるほど。あとコメントでいろいろアドバイスをもらえたら嬉しいしね。そうですね。っていうことでランナーパテって知ってます？まあ特にはね分かんないですよね。ランナーパテっていうのがあって、ランナーっていうとプラモデルのねこの枠のことをランナーって言うんですか。でこれをパテにしちゃおうっていうテクニックがあるんですよ。でそれをパテにすることでパーツとパーツをねこう合わせた時にラインが見えるのは合わせ目っていうんですけど、その合わせ目を消すという技があるらしく、でそれは知ってたんですけども、やったことなかったんで、やってみようかなと。で、やり方は非常に簡単なんですよ。プラスチック用の接着剤って、いわゆるセメントってやつなんですけど、この接着剤って瞬間接着剤とか糊とかああいうのと違ってプラスチックを溶かして溶接する感じでくっつくんですよね。なるほど。ランナーもプラスチックですから、この溶剤の中にポトンと入れると溶けるわけですよ、プラスチックが。でそれとセメントのくっつける力を利用して、パテになるんじゃないかっていう発想ですけどね。初めてやった人すごいですよね。そうですね。プラスチック溶けるのか、よしパテにしようって思うわけだからね。どういうことっていうのはねまだまだあると思うんで、そこはもう今から詳しく説明していきたいと思います。今回はランナーパテをちょっと挑戦してみたいと思います。それでは改めてまずパーツとパーツを合わせるとどうしてもここに境界線が見えますよね。ここが A パーツで B パーツだったんだなっていうやっぱ境が見えちゃうわけですよ。でこれを合わせ目っていうんですけれど、これを消すためには、パテを使ったり、今回紹介するセメントで消すっていう技があるんです。塗るとプラスチックが溶けるわけですよ。まず塗りますよね。でこっちも塗ります。で少し置きます。さらにたっぷり塗るんですよ。こうガッとねたっぷり塗ったなってところでグーッと押すと溶けたプラスチックがムニュッと上に上がってくるんですよ。でこの名前わからないんで、技名ムニュなんですけど僕の中でね、ムニュッとこう出すわけですよ。でそれで出っ張ったところを、削り取ってあげると、こんな風に仕上がるわけですよ。今この合わせ目が見えてるんですけど、これでも指でね触ってたら全然こうわからないんですよね。でこの状態でサーフェイサーとか、塗装するとこんな感じになるんですよ。ほら全然わかんないでしょラインが。こんな感じにする方法をムニュって言うんですけどそれはそれでいいんですけど、その塗装をされない方はやっぱ見えてるじゃんってなるわけです。それをこのパーツがくっついてたランナーを溶かしたカラーパテを作ることで、なんか分かりにくくなるっていうね。だからどっちかというと塗装をしない方が合わせ目を消したいっていうのに使われる技です。それでとっくん作ってみました。これがランナーパテでございます。トマトっぽい。そうトマトピューレっぽいよね。しっかりねランナー溶けてますよね。しっかりこんな感じで溶けてます。本当だ。面白いでしょ。こんな感じで。で作り方は後で最後説明しますので、まずはやり方ということで、塗るときは爪楊枝でもいいですし、筆とかあるといいかなと思います。筆は放っておくと使い物にならなくなるので、しっかり溶剤でねツールクリーナーとか薄め液とかで洗ってもらえますので。はみ出すとプラスチックが溶けてモールドがね汚くなったりするので、できる限り丁寧にはみ出さないようにって、結局はみ出させるんだからいいんだけど、その面をしっかりねこう変なとこに当たらないように。で急がなくていいですよ。もともとプラスチック溶かすのって少々時間かかりますからね。じゃあ片面塗り終わりました。そういえばとっくんいろいろほらプラスチックをこう作例でこうやって出すじゃない。何色が見やすいんだろうね。そうですね。赤色がいいかなと思ってやってるんですけど、もしなんかこう色のね見やすさみたいなのがご希望があればコメントいただければ、極力ね良かれと思ってその色を選ぶとね実際始まるとなんかちょっと見えにくかったですとかね、あったりもたまにあるので、何色が画像では分かりやすいのか
でこれでむにゅっとさせるんじゃなくて、僕のやり方ですけどね、こうやってちょっと放置してるんですよ。で、プラスチック溶けてるわみたいなのをねこう感じさせておいてもう一回塗るんですよ僕で。その次は結構たっぷり、なぜならむにゅってしないことがあるから。むにゅが難しいって言っておられる方って結構そのパターン多いんじゃないかなと思うんですよ。だから一旦溶かしといて表面が荒れてる上に乗っけると、僕理論ですけど、粘ってるところにさらに乗っけると表面張力が上がる気がするんですよ。よりいっぱい乗るみたいな。これはねなんか僕のむにゅの経験の話ですね。もうだいぶ修行しましたから、なかなか良い言葉がさっきのこういう表現どう言ったらいいんだろうって考えながら喋ってる感じ。さらにコツなんですけど、グーって押しても言うてあんま出ないんですよ。止めたらですよ、僕ちょっとひねってます。気持ちこうやってグリグリってなんか動いてないように見えるんだけど、僕は気持ちこうすってます。こうやってこれはねお客さんから聞いたネタです。そうするとほらほら特に見えるここ出てきてるんですよ。こうやってほらむにゅっとここら辺なんかめちゃくちゃはみ出してるでしょ。これがむにゅです。なるほど。まんべんなくむにゅとなりましたね。しっかりまんべんなく全部むにゅってさせようと思ったら、いかにセメントをたっぷり塗るか、これにかかってるわけですよ。じゃあ乾かしていきます。それではしっかり乾燥しましたので削っていきたいと思います。用意するものはデザインナイフ、ヤスリですね。今回はゴッドハンドさんの紙ヤスを用意してます。番手は600番800番1000番2000番4000番って用意してるんですけど、やったことがないので用意したっていう感じなんで、これじゃなきゃダメってことはないと思います。まず出っ張りがあるので、そのヤスリがけしにくいじゃないですか。デザインナイフで簡単にこう削っていきます。ここでそこまで綺麗にしようなんては思ってないですけどね。はい、まず600番からやっていきます。なんかここいらでね、キューキットなんか使って何錠大丈夫かって思ってる方おられると思うんですよ。僕も不安ですもっとあったでしょうにっていうね、僕も同じです次800番いきます。傷を細かくしてね、極力その塗装しない人向けな仕上がりを目指しております。なんかもうだいぶ綺麗なんだけど、番手を上げていけばねこの白っぽさもだいぶ抑えられますからね。続いて2000番いきます。正直塗装をする場合はもう僕1000番ぐらいでやめてますからね。じゃああと4000番でひたすら磨き込んでいきます。爪もありだからね。やばい余計なことした。爪もありだから余計なことした。はい、じゃあ最後ね軽く水洗いして完成したんですけど、どうですか特訓。爪やすいがいいんですよとか余計なことさえ言わなければねかなり綺麗にできたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと白っぽくなっちゃったんですけどね。なんか爪やしをこう隠すとほらもともとセメントだけでやるとほら一目瞭然じゃないですか。そうですね。全然分かりにくくなってますよね。そこはもう圧倒的に違いますね。ねえ違いますよね。もうちょっとドヤ顔したかったなチラチラ。でも成功と言えるんじゃないでしょうかね。で合わせ目はあれですね。分かりにくくはね、なりましたね。成功ということでいいでしょうかはい。そんな、ランナーパテの作り方なんですけれども、用意するのはパーツのランナー、それを切るためのニッパー、瓶をなんか用意してもらうといいかなと思います。スペアボトルっていう商品が売ってますからね。ノケアにもあります。用意するセメントなんですけども、今回僕が使用したのはタミヤセメント流し込みタイプ、この緑色のタイプです。成分が書いてるんですよ。こう有機溶剤 100% って書いてあるものを選ぶようにしてます。例えばこれが 11% 合成樹脂が入ってるって書いてるんですよ。なんとなく入ってない方がいいかな。なんで例えばこういう速乾とかね、なんかその特殊能力ない方がいいかなって思うので、例えばこのクレオスさんの 100% とかね、この辺りはいいんじゃないかなと。僕は最近ゴリ押しのプラスチックマジックですね。はい、これ非毒性で非可燃性でね、パテになるのかなと思って、試してみました。ね、無事パテになっております。ただ少し溶ける速度が遅かったかなと思いますが、本当に放置しておけばこんな感じでパテになります。まずはですね、瓶の中に、必要な分だけセメントを入れます。今回はタミヤの流し込みタイプ入れてますからね。はい、この中にこれを大きく切るよりは細かく切った方が早く溶けますよ。で、どれくらいの割合なんですかっていうことなんですけど、割と適当でいいです。そのランナーでひたひたになるぐらい。例えば少しドロッとしていればセメントをね追加で入れればいいし、こんな感じですよ。丸1日ぐらい置くといいですよ書いてあったんですけれど、今回は僕ら5時間ぐらいのもので、これぐらいにはなってますからね。なんでこうかき混ぜてみて使えそうだったらでいいと思いますけどね。目安は1日だそうです。
はいというわけで今回初めてねランナーパテというものをやってみたんですけども、僕個人として爪さえなければ100点だったらいいなと意味合いを込めて、限りなく 99.9 点といやーもうちょっと悔やまれますけれども、結果としてはね十分な結果が得られたんじゃないかなと。完成としては何ですか？しっかり乾燥させよう、足りなかったかもね。大体何時間ぐらい乾燥させるんですか？僕は今これ乾燥時間が4時間ぐらいでもやってるんですけれど、大体丸1日置くといいですよと書いてあったので、その意味がよく分かりました、はい、1日はしっかり置いた方がいいのかなと。というわけで楽しかったですよ、はい、今後もなんかこういったものやってみてくださいとか、もしコメントであれば僕がいいなと思ったものに限りですけども全部が全部できるかどうか分かりませんけども、はい、挑戦していきたいと思いますのでよろしくお願いします。おそらく失敗するよ僕はね先に言っておこう僕は失敗します、いいんじゃないですか、楽しくやれればということで、こんな感じでいろいろ挑戦していきたいと思います、じゃあこんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。面白かったです。